原稿用紙を買ってみたら、よくわからない線が引いてある。そもそもどこにコマを割ったらいいの？ペンダコ。Bonjour tout le monde. Moi, c'est ペンダコ先生。今回は本格的に漫画を描き始めた人が必ず直面する疑問、原稿用紙の使い方について解説していきます。原稿用紙の使用はデジタルでもアナログでも変わりありません。まずは基本の使い方、気をつけることについて解説していきます。その後、IBIS Paint、Procreate、Clip Studio、各アプリでの設定方法をお伝えしていきます。c'est parti。ペンダコ。これがアナログの原稿用紙。プロが使っているのは B4 サイズ。A4 より大きいです。私の原稿用紙のおすすめメーカーは IC かデリーター。デジタルでもアナログでも3つの枠がついています。なんでこの枠があるのかというと、漫画が印刷物であることと関係しています。印刷して本にする際に原稿を切る目印と漫画家が絵を描くための目安が記されているんです。印刷されない範囲はここ。印刷される範囲はここ。より詳しく解説するために3つの枠について解説していきます。一番内側にあるこの小さい枠は内枠と言います。コマを割るための基準線です。基本はこの線に沿ってコマを割ります。基本的にはセリフもこの内枠の中に収めましょう。2番目に大きな枠。これは立ち切り線と言います。漫画を印刷して本にする際、対断するための基準線です。先ほど内枠の中にコマを割って線を描いてくださいと言いましたが、迫力を出すために大きなコマを使いたいときは原稿の端まで枠線を引きます。その際、セリフを内枠と立ち切り線の間に書いてはいけません。切断時に文字が切れてしまい、セリフが読めなくなるリスクがあるからです。最近は迫力を重視するために、このゾーンにセリフを書き込む作品が多いです。しかし、基本は内枠の中に収めましょう。一番大きくて外側にあるこの線を外枠と言います。印刷や裁断がずれても問題ないようにマージンを表している線です。立ち切りを使って大きなコマを描く場合、この線まで絵を描く必要があります。線を飛び出してしまっても構いません。どうせ印刷されないからです。改めてそれぞれの枠について確認してみましょう。基本は内枠に沿ってコマを割ります。迫力を出すために大きなコマを割るときは原稿用紙いっぱい線を引いてください。原稿を印刷して本にする際は立ち切り線までが印刷されます。本にする際、裁断されるからです。立ち切り線から外枠の間は裁断がずれる可能性を考慮してのマージンです。念のため絵を描いておく必要があります。3つの枠について分かりましたか？ここでナルトを例にして原稿の使い方をおさらいしてみましょう。これは僕がオフィシャルストアで買った原稿のレプリカです。まずは3つの枠を確認してみましょう。ここが内枠。ここが立ち切り線。最後に外枠。基本内枠に沿ってコマが割られていますね。最後のコマだけ原稿用紙いっぱいにコマが割られています。効果線が外枠までしっかり描かれているのが分かりますね。では次は印刷されたらどう見えるのか確認してみましょう。本では内枠はここ。立ち切り線に合わせて本が仕上げられています。原稿では描かれていた部分が切り落とされていますね。このように漫画の原稿用紙は実際に印刷されない部分まで書いているということを覚えておいてください。
次はもう一つの大事なポイント、喉について解説していきます。ペンダコ。解説するために見開き上に原稿を並べます。今この色を塗った範囲、このゾーンのことを喉と言います。この範囲にはセリフを入れたりキャラクターの顔を描いてはいけません。なぜなら印刷して本にした際に見えなくなってしまうからです。最初のうちは左右どちらのページなのかわからなくなった結果、間違って絵を描いてしまうことがあります。なので私は鉛筆などの消せる画材で×をつけておいたり、ページの番号を書くようにするのをおすすめします。見開きで並べた時に数字が並ぶので確認しやすいメリットもあります。このページは右ページなので左側が喉になります。なので内枠に沿ってコマを割っていきます。逆に右側は断ち切りを使って迫力あるコマを演出することができます。ただセリフは内枠より外にはみ出しすぎないようにしましょう。次はデジタルでどうやったら正しい原稿用紙を用意できるのか。IBIS Paint、Clip Studio、Procreate、この3つのアプリでの方法を紹介していきます。ペンダコ。まずは IBIS Paint。無料のお絵かきアプリで iOS、Android のどちらでも使えます。携帯でも指で絵を描けます。初めてデジタルで絵を描くことに挑戦する人におすすめのアプリです。新規キャンバスのプリセットから漫画原稿を選ぶ。上のタブから B4-600dpi を選ぶ。これだけ。DPI やアナログで描いた絵をスキャンして漫画を描きたい人にはこちらの動画で解説しています。モードはカラーをおすすめします。下書きを青色で描いたり、不透明度を変えて作業を快適に進めることができるからです。完成してから白黒に変換することもできます。コンクールや目的に合わせて変更してくださいね。3つの枠を確認しておきましょう。内枠がここ。ここに基本のコマを割ります。この断ち切り線で本にするときは切断されます。切断する際、ズレが発生することもあります。だからこの外枠まで絵を描くようにしてください。これでアナログの原稿と同じように書き進めることができますね。クリップスタジオは多くのプロが使用しているアプリケーションです。PC とタブレットのどちらでも使用できます。漫画を描くための専門的で便利なツールが揃っているのが特徴です。なので私も漫画を描くときはクリップスタジオを使っています。新規キャンパスからこのアイコンをクリック。プリセットから商業設定を選ぶ。ここで注意点です。クリスタの B4 はアナログのプロ用原稿用紙と比率が違います。アナログのプロ用原稿用紙と一緒のものはファブリカーションコマーシャルです。600dpi モノクロになっていることを確認したら OK を押してください。クリスタの場合、レイヤーごとにカラーモードを変えたり、ボタン一つでレイヤーの色を変えることができるので、モノクロに設定しておきましょう。こちらでも内枠、断ち切り線、外枠、3つの枠が表示されていますね。Procreate は iOS 専用のアプリケーションです。操作がシンプルで簡単なので手軽に絵を描くことができます。だから私はストーリーボードや下書きを描くのに愛用しています。残念ながら Procreate には漫画用フォーマットが用意されていません。また B4 サイズで原稿を作成すると使っている iPad のスペックによりますが、レイヤーが6から8枚程度しか使えません。私の知る限り、プロクリで漫画を描いている人は A4 サイズで制作している人が多いです。A4 サイズの原稿用紙は同人誌や自費出版のためによく使われています。プロクリエイトで漫画を描きたい人に向けて A4 サイズの原稿フォーマットを用意しました。ダウンロードしたファイルをプロクリエイトで読み込んでください。これで3つの枠が表示されます。概要欄のリンクからダウンロードできます。
繰り返しになりますが、 A4 は主に自費出版のクリエイターがよく使っているフォーマット。作品を出版社、コンクールに送りたい場合は、募集要項をよく読んで、必ずサイズを確認してから作品制作を始めてください。原稿用紙の使い方を勉強したい人には、この A4 のフォーマットで十分練習になりますよ。タブレットで B4 サイズの漫画を描きたい人は、タブレット版のクリップスタジオを試してみることをお勧めします。無料ではありませんが、漫画を描くための便利なツールが本当にたくさんあるのでおすすめです。ペンダコ。今回は原稿用紙の使い方、デジタルでの準備の方法について解説していきました。これで迷うことなく漫画を描けるはずです。ペン入れやトーンの貼り方については別の動画で紹介しています。あなたの作品制作に役立ててくれると嬉しいです。動画が参考になった人は高評価と誰かにぜひ共有してみてください。よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アビアント。